こんにちは、かきさんです。先日、久しぶりに東京のハードオフ巡りをしてきました。何店舗かを巡ったのですが、ちょっと面白いものが何個かありました。まずゲーミングデスクトップ PC、マウスコンピューターのゲーミング PC なのですが、スペックがいいのに価格が結構安めでした。i5-7400 と GTX1050 を搭載して27,500円。欲を言えば GTX1050 Ti の方がいいけど、この価格でこのスペックのものはなかなか売ってない気がします。エントリークラスとして今でも普通に使えるレベルですね。他にも HHKB の黒色のキーボードが11,000円。これはかなり安い気がします。HHKB のキーボードって高いんですよね。掘り出し物を見つけながら色々店舗を回っていると今回のネタとなるものを発見しました。それがこちら。公衆型ガラケー充電器。すごく大きい。いやー、懐かしいものを見つけてしまいました。皆さんこの充電器は見たことありますでしょうか？これ、よくパチンコ屋やスーパー銭湯などに置いてありましたよね。結構使った記憶があるんですよね。お金を入れるとこれでガラケーの充電ができるのですが、ハードオフってこんなものまで売ってるんですね。価格は1650円。めちゃくちゃ懐かしすぎてお持ち帰りしてしまいました。というわけで今回はこちらを動作確認としてみたいと思います。それではやっていきましょう。ではまず本体の外観から見ていきましょう。本体の正面はこんな感じ。おそらくお店などで使われていたんでしょうが、結構状態は綺麗です。ところどころ汚れはありますけどね。シール部分に若干歴史を感じるような色あせがあったり、ちょっとした汚れがある程度ですね。お店で使っててこの汚れ方だったらかなり綺麗な方ですよね。マジで状態はいいと思う。こちらは暗証番号を入れてロックができるタイプなのですが、当時としては画期的だったんだろうな。充電中に携帯電話を盗難される恐れとかがないようになっています。ここら辺の使い方は後ほど見ていきましょう。裏面はこんな感じ。裏面は装飾もなく鉄板がある感じですね。このシールで止まっている部分はお金を取り出すところかな？鍵とかはついてないんですね。本来はついていそうだけど、もしついてないんなら不用心ですね。まあ、ここも後ほど見てみましょう。あとは電源コードが裏から伸びていますね。電源コードも家庭用と一緒でコンセントに挿せばそのまま使えそう。各部はプラスネジで止まっているだけなので分解も楽そうですね。今度暇な時に分解しよう。次に上部はこんな感じ。これは100円玉を使って充電してくれる公衆充電器なのですが、100円を投入するための口がここにあります。そういえば形状が公衆電話と似てるよね。もしかしたら公衆電話の形状をベースに作られたのかもしれませんね。ここに100円の返却ボタンもあります。左右と下部はこれといって特に何もないですね。それでは実際に使用してみましょう。と言いたいところなのですが、若干ホコリや汚れがあるので、まず除菌アルコールティッシュで軽く拭き掃除をしておきましょう。こんな感じで拭き掃除をしたらかなり綺麗になりました。では起動をさせてみましょう。では電源を挿してみましょう。セグメントが光り始めました。左右両方が点滅してますね。起動をしばらく待っていると、携帯電話が充電できます。矢印キーを押してください。だそうです。スピーカーも内蔵しているんですね。ここから音が出ていました。それでは矢印キーを押してみましょうか。コネクターの裏表に注意して携帯電話をつないでください。おお、電動でカバーが開きました。中には3種類の充電コネクタがありますね。ドコモのフォーマ用、au 用、ソフトバンク用ですね。形状がめちゃくちゃ懐かしいです。この頃は充電コネクタもかなりの大きさですね。てか、この充電器めちゃくちゃ喋りますね。ずっと携帯電話が充電できますって言ってます。ちなみに反対側も開けてみるとこちらも同じ形状の充電ケーブルがついていました。ロックもしっかりと効いているし、故障はしていなそうですね。それでは実際充電をしてみましょうか。と言っても古いガラケーが手元にあるかわからない。ちょっと捜索してきます。屋根裏部屋でガラケーを発掘してきました。今回動作確認に使うガラケーはこちら。ドコモの P900i になります。あまりに懐かしすぎて調べてみると、こちらは2004年の発売になるみたいですね。もう17年も前、私が当時結構使い込んでいたみたいでいろんなところに傷があります。
発売時の価格は約3万円。デザインなども当時画期的でカスタムジャケットを搭載しています。ここの六角ネジを回すとこのジャケット部分が交換できる仕様になっていたんですよね。いやー、ほんと懐かしい。ウィキを見てみるとプリインストールにファイナルファンタジーが入っていたとのこと。そういえば FF が好きだったからこれを購入したことを思い出しました。この充電器買わなきゃこんなこと思い出すこともなかったね。それでは少しガラケーを見てみましょう。これはサイドのボタンを押すと携帯が開くようになっています。この二つ折りというのも懐かしい。ちなみに開いてみるとこんな感じ。自動でこの角度まで開きます。中を見てみたら私と嫁のプリクラが貼ってありました。私が20歳の頃のプリクラでした。このプリクラを剥がすのももったいないので、とりあえずマスキングをして見えないようにしておきます。これでとりあえず大丈夫ですね。ではこのガラケーが動くか試してみましょう。とりあえず動くか電源ボタンを押してみましょう。さすがに電源は入らないですね。完全放電してしまってるのでバッテリーが生きてるか不安ですが、裏蓋を外してみるとバッテリーパックがありました。膨張等はしてなさそうですね。てか、結構容量が少ないバッテリーですね。当時はこれでも大容量だったんだよな。ガラケーは機種代がタダだった頃が懐かしいです。とりあえず充電できるか試してみましょう。ではこの充電器で充電できるか試してみます。とりあえずこの使用方法通りやっていきます。まずは左ボタンを押して、フォーマのケーブルを挿します。これでガラケー側の準備は OK。次に100円を入れます。あとはカバーを閉めて暗証番号を入れる感じですね。では暗証番号を入れてみましょう。暗証番号がセブに表示されましたね。あとは確認を押せば充電が始まるようです。これで10分間充電が行われるみたいです。ロックもしっかりとされているみたい。それではちょっと待ちましょう。充電も終わったみたいですね。それでは取り出してみましょう。終わり方というところに従って開けてみたいと思います。まずは左ボタンを押して、暗証番号を入力します。あえて違う暗証番号を押してみようかな。何回か間違えてみましたが同じことの繰り返しですね。セキュリティとかが働くのかなと思ったんですが、そういった仕様はないみたい。総当たりとかできそうだけど、そこまでは考えられてなかったんでしょうね。数回間違えても正しい暗証番号を入れれば開くようにできているようです。ではガラケーを取り出して、蓋を閉めたら完了。使用自体はとてもシンプルですね。それでは充電されているかガラケー側を見てみたいと思います。電源ボタンを長押しして、おお、電源が入りました。バッテリーパックも生きていたみたいですね。意外と長持ちするんだな。無事充電器も使えましたね。これはこれからガラケー専用充電器として重宝しそうです。それではガラケーの中身を見ていきましょう。ではまずは電源を入れてみましょうか。電源ボタンを長押しで、画面がつきましたね。さすがにカードが入ってなかったので、通信異常が出ています。何か他に思い出が残っていないかなと思いチェックしてみました。残念ながらほぼ初期化していたようです。動画や写真は残っていませんでした。しかしプリインストールされていたものは表示できるようで、絵文字のようなものは残っていました。今と比べると時代を感じる絵文字ですね。フレームなんかもあり懐かしさを感じます。他にも初期からの待ち受け画像なんかは残っていました。これなんか懐かしいな。結構発色もよく今でも綺麗に見えますね。他には当時有料購入した着信音が残っていましたが、残念ながらカードがないと再生できないみたい。懐かしい曲ばかりで草。当時よく聴いていたのを思い出しました。ミーハーなチョイスばっかりですね。あとは内蔵メロディーくらいかな。当時から個人情報の扱いには気をつけていたので、メールや連絡先などの黒歴史は残っていなくて残念。今でも聴けるのはこの内蔵メロディーくらいでした。この機種は64和音なのですが、当時はこれでも音質がめちゃくちゃ良かったんですよね。今とは比較になりませんが、着信音ってこんなんで十分ですよね。最後にプリインストールされていた FF のゲームも起動してみました。今では当たり前ですが、
当時はこれはすごかった。携帯でゲームができるなんて神がかっていたんですよね。懐かしいことを思い出せて楽しかったです。ということで今回はハードオフで購入した公衆型ガラケー充電器で遊んでみました。懐かしい思い出が蘇って個人的にはめちゃくちゃ楽しかったです。たまにはこういうのもいいですね。1650円の価値はありました。それ27年前の携帯電話が使えるのもびっくりしましたね。中にプリクラが残っていたのも当時を思い出せてよかった。バッテリーって意外とタフなんですね。ということでここらで今回の動画はおしまい。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。あ、そうだ。裏面見せるの忘れてました。こんな感じでここにお金貯まるみたい。貯金箱にもいいかもね。いやー、それにしても嫁のプリクラ。可愛かったわ。